その拡散希望、ストーカーの手口かもしれません。エグエンのエグは、エグいのエグ。ホームレスアイドルエグエンです。ツイッターとかで、行方不明者です。尋ね人、探しています。拡散リツイートお願いします。っていうのをたまに見かけるじゃないですか。それを善意で拡散リツイートしてる人も多いと思います。けどちょっと待ってください。それ本当に探す根拠書いてありますか？ストーカー、DV から逃げている人をあぶり出す手口かもしれません。私は実際に体験しました。私は DV をする親族に総出でストーキングをされたとき、兄に似たような手口を使われたことがあります。妹が行方不明になったってことで、まとめサイト作ったよ、と LINE が来ました。連絡の取れる人を行方不明者とは言わないので、都合のいいことだけを書き、他人の善意を利用して拡散しようとしていたと考えられます。というわけで、私はその実体験をもとに、本当に拡散していいものなのかどうかのチェックポイントを5つ考えてみました。チェックポイントその1、小さな子供ですか？例えば、6歳の子供を親が探しているのなら、まあそりゃそうだよねってなりますけれども、18歳を超えている場合は、なぜ探しているのかが書かれていなければおかしいです。チェックポイントその2、行方不明になった状況がきちんと書かれていますか？大人が荷物を持って家を出たというだけなら通常事件性はありません。チェックポイントその3、使われている写真は実年齢と合っていますか？例えば28歳の人を探しているのに中学高校の卒業アルバムの写真しか貼ってなかったらおかしいですよね。チェックポイントその4、それは本当に個人が拡散すべき事件ですか？警察庁にはちゃんと行方不明者の情報提供を呼びかけるウェブサイトがあります。それがあるにもかかわらず、個人が SNS で拡散して情報提供を募るのならば、何か緊急だとか、それ相応の理由がなければおかしいです。しかし本当に緊急の事件性があるのならば、プロである警察が捜査してくれるのではないかとも思いますけれども、世の中にはいろいろな事情がありますので、一概には言えないかもしれません。チェックポイントその5、情報を提供する連絡先はどこですか？これは個人の携帯の番号だったりすれば、もうあからさまに何の保証もないというのはわかると思いますけれども、でも連絡先が警察署になっているから大丈夫というのも、私は毒親系の意味で危険だと思っています。というのも、捜索願いを家族が出すこと自体を止められるルールはなくて、SNS でのことに基本警察は関わらないからです。息子や娘を探してくれーと顔写真や個人情報を拡散されまくって、誰かが目撃情報を警察に伝えたとして、それで実際は本人の意思で DV から逃げているだけだったとしても、拡散したことについて拡散した方はお咎めはないんです。その拡散されて探されてしまった人が不特定多数に顔写真がばらまかれて、個人情報がばらまかれて、何か他人にひどいことを言われたとしても、泣き寝入りするしかないんです。探している理由として、障害持ちとだけ一言書かれているというケースも私は見ましたけれども、その一言しか書かれてなければ、むしろ探す理由としては怪しいと私は思いました。軽度の ADHD とかを障害持ちと表現しても嘘ではないので、でもそれは決して探す理由にはなっていませんよね。あと高齢者のケース、というか高齢者による認知症のケースとかは私は本当に知らないので特に語れることがありません。私の家族親族は警察も口裏合わせて動かしてましたっけ？数人集まって、あの子自殺しようとしてる、助けてとかやれば警察だって嘘だって動きますし、でも本当に警察に私をやばい人だってあれこれあることないこと言ってたらしくって、で、実際その警察の人に私対面した時に、普通に話してたら、会話できる人じゃないですかって驚かれたんですよ。首かしげられちゃって、普通の人じゃないですかって言われて、どんだけやばい人だと思い込ませてたねんって。家庭内を密室だと思って好き放題してた人たちって、他の人に DV とか言われたくないから必死なんですよね。この動画は一般論ではなく、私の実体験から、私はこう思う。
こういう手段を使えば悪い人が人の善意を利用することができるよね、ということを語っているに過ぎません。ご了承ください。チャンネル登録、高評価、よろしくね。またねー。